言で言うと、消費者が美味しいと満足するコーヒーであり、産地の風味特性がしっかり表現されていることっていう定義になるんですけど、そう言われてもよくわからないじゃないですか。国とか農園によっても味の特色って全然違うので、それが分かる抽出がちゃんとされてるかっていうのが大事ですし、もっと言ったら抽出前の保管とか輸出される経路とか、そういうのも一貫してスペシャルティーコーヒーという品質を保ってられてるかっていうところも重要になってくる。同じ豆を使っていても日によってその湿度とか気温とかによって味が変わったりとか、渋みが出たり尖った味が出たりとかっていうのがあるので、それを調整するためにしてます。抽出が早いと豆の成分が出過ぎてしまってえぐみがあることがあるんですけど、気体の中に含まれる成分がバランスがいいとすごいバランスのいい味になってクレマもきれいに入るんですけど、コーヒーの膜っていうかな、クレマの厚さで渋いかえぐいかっていうのを判断することが多いですね。クレマが厚すぎると渋みにつながったりとかします。そのバランスが難しいですね。毎日やってないとちょっと感覚が分かりづらいかもしれないです。 OK です。こんにちは。ですか。あとこれからもノリノリでってことで、ノリノリでどうぞ召し上がってください。いつも娘のようにお世話になっている。いや、どっちが世話してるのかわかんないです。ちなみに4周年。ごめん、そうだね。何考えてるんだろうね。こっちになっちゃったね。そうなの。ちょっと配置を変えて。そうなんだ。お水。
暑くてもなんかお元気に。は4月。小説を映画化した。はい。出て。そうですか、なかなか素敵な。大丈夫。大丈夫です。いつも多分緊張してるんだと思う。ああ、いつもの感じ。すみません。きっかけはやっぱりオーストラリアに行ってその現地のカフェを見て空間を自分も作りたいなと思ってからですかね。日本のカフェってどっちかというと割とシンプルでこう自分だけの空間、本読んだりとかこう何か考えたりとかなんか書いたりとか、そういうことをするこうオフの時間っていうイメージがあるんですけど、海外のカフェってもうオンの時間というかもう人と人が話す時間とか店員さんとお客さんの距離もすごく近いし友達と話すような感覚なのでそれがすごくいいなと思ったんですよね。ありがとうございます。気をつけて。新しく入ったのがこのタンザニアのカラッツ。じゃあこれを2つください。1つでいいか。はい、ありがとうございます。はい、すみません。それで無農薬つらはないよこれ。なんだよみたいな。ほら、そう天気が悪かったですよ。すみません、ありがとうございます。可愛い感じがついお、いいです。
コーヒーと合うかどうか、それを一番にまずは考えますね。なのであんまりこう癖が強すぎるお菓子とかは作らないですね。特にこうスペシャルティーコーヒーなんで結構浅入りのこうフルーティーなもの、繊細な風味のものとかもあるので、それを消さないようなお菓子を作るようにしてます。小麦粉のものが食べれない方とか、そういう方がいるっていうのを知って、小麦アレルギーの方だけじゃなくて小麦粉が体に影響してしまって何か食べれないみたいな方も多いのが、でそういう人もカフェでこう焼き菓子とコーヒー食べたいなっていう方も多いと思うので、グルテンフリーにしてみたらどうかなって最初思ったのがきっかけで。ちは。はい、失礼します。少々お待ちください。本日3種類とコーヒー以外のドリンクのジュース。はい、ジュース。はい。プリントです。はい、あります。イタリアンみたいな店なんですね。
コーヒーと違うっていう感じ。負け出しに
じで。最近本当に思うのは、お客さん同士が初めて会った方同士が話すっていうのがすごく多くて、インタラクションって相互作用とか交差地点みたいな意味があるんですけど、で人が行き交う場所、人がこうつながる場所、さらにつながった人がそれぞれつながり合ってっていう空間にしたかったので、また新しい世界ができるみたいな、こう相互作用みたいな感覚が生まれたらいいなと思って、決めた時はちょっと恥ずかしかったですけど。大変お待たせしました。ありがとうございます。お待ちしてます。くるくるこれを日本でやったら売れるんじゃないかなって思って提案したんですけど、なんかやっぱなかなか受け入れてもらえなくて、じゃあ自分でやろうかなって思って独立しました。すごいはい。ありがとうございます。可愛い。基本的に仕込みはお一人で作業されてるんですか？そうですね。焼き菓子とかは、ちょっと手伝ってもらうことあるんですけど、もうそれ以外は全部一人で今のところはやってます。結構品数もありますよね。そうですね。ほぼ今のところはちょっと休みあんまない感じではやってるんですけど。定休日とかも何かしら作ってる感じではあるんですか？最近は結構作業してること多いですね。もう休みもなしに働いてましたけど、ちょっと今落ち着いたので久々に明日、休みですね。よかったです。よかったです。高校生の文化祭の仕込みがちょっと大変で、すごい数作ってらっしゃいましたよね。そうですね。宇都宮がもう地元で、その可愛いなんかちょっと変わったカフェではあるんですけど、もう根本はこう地元にこう愛されるお店みたいな感じのを目指してやってたんで、なんかそういう高校生とかのも文化祭とかも、ちょっと積極的にやりたいなっていうのでやってました。
同時にやってるんですけど、あ、そうなんですね。はい何と何と何を。これはなんかアストロケーキっていうお店の、宇宙みたいなケーキの周りにつける、ミラーグレーズっていうツヤツヤのやつので、こっちはプリンのクリームはい。で、こっちは今出したのはケーキの周りのクリームに使う材料を出したみたいな感じで、なんかいろんなのを同時進行でやってるんですけど、分かりづらいかもしれない。このお店始められて、はい、今でどのくらい経つんですか？今で3年半いかないくらいですね。はい、23の時に開業して、はい、このお店を始めようって思ったきっかけって何だったんですか？まあもともと結構大手の企業に向けてのケーキの開発をやってる会社にいて、でそこで、開発やってたんですけど、韓国とも一部取引があって、そこで韓国のケーキ、当時のケーキに出会って、見た目の奇抜さだったりとか、なんか見たことないケーキに、すごい可愛いってなって、これを日本でやったら売れるんじゃないかなと思って提案したんですけど、なんかやっぱなかなか受け入れてもらえなくて、じゃあ自分でやろうかなって思って独立しました。すごいやっぱ色とかもちょっと奇抜だったりするんで、大手の会社さんだとやっぱ年齢層が高いので、決める人たちがなかなかちょっとそれはみたいな感じになっちゃうことが多いですね。オーダーメイドケーキもその時にすごいってなって、なんで日本にないんだろうと思って、ちょっと自分でやったり広めたりしたいなって思ったのがもう一個のきっかけですかね。びっくりしました。あっという間にワンホールできてた。クリームのはいナッペとかサンドとかは昔からめちゃくちゃ得意だったんで、そうだったんですそれね。もあるかも。クリームです。あ、プリンの。はい。こういうケーキってどうやって開発されてるんですか？でも海外でこの
ミラーケーキとか流行ってたんで、その海外のメニューをもとにちょっとやっぱ甘すぎたりするんで、自分でちょっと改良して、はい、オリジナルレシピにしてます開発やってたのめちゃくちゃ生かされてますね。材料とかもやっぱすごい多分普通の人より詳しかったと思うんで、あったかすぎました。宇宙からにします今日は結構その日の気分なんですけど、緑っぽいの入れたりとか、はい、ちょっと紫系にしたりとか、はい、あったかいとマーブルカラーが作りづらいのと混ざっちゃって、あとここにすっごい薄くついちゃって剥げてる感じになっちゃうんで、全部模様が。そうなんです。お客さんに好きなものを選んでもらうみたいな感じで3色混ぜてもこっからこっちで全然色味違うんで。星の模様そうより宇宙らしく。そうですね、これあると全然違います、美人作家の人に、オリジナルで作ってもらったお皿です。これはオーロラな感じで、こっちはラメめちゃめちゃ可愛い結構靴買ってコロンってたまにいっちゃう時があるんで、めっちゃ気をつけてます。端くれここに置いてもらう。時間こそバキバキになっちゃうんで洗います。狭すぎて洗うの超大変なんです。残ったのも可愛いです。めっちゃ可愛いと思ってさっきめっちゃ撮っちゃいましこれも可愛い。た。バタークリーム。チーズクリーム。
オーダーメイドケーキにも使ってる周りのデコレーションクリーム、これはオーダーメイドケーキと同じ構造の店内飲食用のケーキですね。高校生とか若い子からめちゃくちゃ人気のゼリーケーキっていうのをちょっと今日は作ろうと思って。中心がずれると綺麗にできないんで、真ん中取り今真ん中を取ってた。真ん中取ってました。これは最初下塗りですね。でっかい表面またちょっと固めは。やばい、めっちゃ早いですね。す嬉しいです。ごい。すごい早い。あ、そうです。学校行ってました。大宮の専門学校行ってて、卒業してからその開発の会社入ったって感じですね。もともとお店をやろうとは思ってなかったんです。最初は全然思ってなくて、開発でいろんな韓国のスイーツとかに出会ってからやりたいなって思い始めた感じですね。なんかでも若いうちにやれば失敗してもなんとかなるかなっていう。ヒーロースカット。レインボーアイスっていう屋台のアイスを一応影でイメージしてるんです。いいですね。私、はいレインボーアイス大好きです。あ、本当ですか？私もレインボーアイス大好きすぎて、あれなんか栃木とかにしかないらしくて、そう、私も上京して知ってそういうのちょこちょこ入れてます。確かにレインボーアイスの色味ですね。そうなんです。小学校の運動会にも絶対レインボーアイスって来てたから、そうですよね。え私大宮の学校行った時にそれを知りました。ですよね。ないんだと思って。うん栃木が好きすぎて出たくなくて、なんかコロナ禍の時にこのお店始めたんですけど、はい。私の弟がちょうどコロナ禍だったりとかで多分学生だったんですけど、はい。もう何もできなくて本当にかわいそうで、うんこのオーダーケーキ自体もそうですけど、あんま栃木にないじゃないですか。そうですね。そうでなんかみんな多分東京とか行って、これちょっと変わったカフェとか見つけてると思うんですけど、それができない時期だったんで、うん栃木でもちょっと変わったとこやったら結構若い子とかも近場で楽しめるんじゃないかなっていうのもあって近くでやったのもありますね。うん韓国のケーキ屋さんの授業を受けたりとかもした上で自分でレシピを日本人でも食べやすい味に改良して作ってるオリジナルレシピなんですけど、私も食べて甘ってなったんで、なんかやっぱホイップクリームが日本人好きじゃないですか、はいバターとかよりも、うんなんでもうちょっとあっさり系の方がこう受けがいいんだっていうのと、あとバタークリームだとやっぱあんまり好まれてないうんので、うんまあ、こうチーズクリームにしてちょっとチーズケーキっぽい感じの味にしてるんですけど、じゃあ開発とか大変だったんじゃないですか。そうですね、うんでなんかその開発やってたのもあって結構自分の中でイメージすればなんか大体は結構形になりやすいっていうか、うんはい、やっててよかったです。そ
それだけは。うんお客さんがなんかテーブルに忘れててかわいそうだったんで貼ってました。そこに貼ってあるなんか、はいマスキングテープの名前は、はいオープン当初バイトの子が私がもう無限に新しく出すマカロンの名前を覚えられないから頑張って貼り付けて、はいショーケースに貼ってくれてたやつの功績です。そうなんですね。もう今は使うことないですけど、当時の子たちがめっちゃ頑張って覚えようとしてやってくれたやつなんで全部貼ってます。なんか髪短くて縛れないんで帽子かぶってます。そういうことだったんですね。生クリームじゃないんで冷やすと固まるんで毎回温めないとバキッて割れちゃう。でもその代わりめっちゃ形きれいに保つんで、作った瞬間だけはい可愛いだと結局お家持ち帰った時可愛くないっていう感じになっちゃうんで、はいお家持ち帰ってもカラフルな色とかが維持できるようにこのクリームにしてます。オーダーケーキとかはやっぱ生クリームとかに色つけるとにじむし、立体ケーキとかだと崩れやすいんで。うんはあ、息止まっちゃう。本当に大雑把すぎて、初めてその専門学校でインターンで行ったケーキ屋さんにフィルム巻くの下手すぎて、絶妙な反応されたのでめっちゃ練習しました。そうなんですよ。でもさっきのナップ見てたらそんなのみじんも感じなかった。ケーキ作る以外の細かい作業が全部できなくて、ケーキ特化型なんでもですね。裁縫とかも本当に皆無だし、あと絵描くのが多分得意だったんで、オーダーケーキの絵もおそらくある程度できるのかなっていう。ケーキ作るときは作業効率を意識するんで、めっちゃ綺麗に台とか拭きながらやってますけど、もう家とかはめっちゃ汚いので別人すぎここで全部使っちゃってます。でもめっちゃ早いなって思いましあ、た。本当ですか？もうなんかどこ行くにも小走りだから。そうなんです。せかせかしてて、でもみんなには共有しません。かわいい。いいで宇宙かけるレインボーアイスです。すね。ごめん。真ん中の黄色の次ピンクにしてるんですけど、はい。これを青にしちゃうと黄色と青ってあんまり混ざると綺麗じゃなくて、なんでちょっとそういうのも意識しながらやってます。青とピンク混ざるとちょっと紫っぽくて可愛いんですよね。確かに。なんか一回来ただけで終わっちゃうのがやっぱ嫌なんで、
なんか私自身がなんか接客のコンテストみたいなのも出たことあって、接客がめちゃくちゃ好きなのと、人の顔を覚えるのがめっちゃ得意で、すごい。だいたい接客した人だったら多分1回で基本覚えてるので、なんか別にずうずうしいですけど結構話し書いたりするんで、なんかそれで常連さんとかできたりします。理想だったのがあって、それのゼリーなんですけど、それを結構このゼリーケーキに使うんですけど、ちょっと今日同じ種類で、これを使います。めっちゃ可愛いですね。可愛いんです。ゼリーの色を選べるようにいつも2色とかにしてます。なるほど。なんか作る前は一番こういう系のケーキが体力使うんではーってなるんですけど、作り終わった時は一番これがあーってなります。回すくるくる。変身みたい。じゃ作りきれなくて、あと逆になんか前日から作った方が生地馴染んで美味しくなるやつもあるんで、はい、それで作り分けてる感じ。そうなんです。作りたてがいいってわけじゃないっていう。こいつは今期間限定でこの前新発売したモンブランです。ちょいワルモンブランって名前です。確かにお顔がちょい悪い。そうなんです。ちょいワルなんです。モンブランが私一番ケーキで好きで、これは私の印をこう詰めまくったもう本気モンブランなんです。これはチャイコグマケーキっていう名前で、チャイクリームと、さつまいもフィリングを挟んでるケーキで、なんか結構こういうのも全部韓国のケーキ屋さんとか参考にしたりとかして自分で構成してるんですけど、なんかあんまないですよね、チャイとさつまいもって。ないですね。これかぼちゃのガトーショコラ。絶対。そっか、もうすぐあれですもんね。そうなんです、ハロウィンでちょっとずつハロウィン攻めてってるんですけど、お店も。骨が。友達に頼まれてるオーダーケーキ。そうなんですね。めっちゃ可愛い。友達眠らしてます。可愛い。冷凍配送ケーキなんで、ちょっと下にこんな感じで釘刺してるんですけど、群馬に送ります。群馬にじゃあはるばる旅をするんですね。旅します。知るっていうか勉強するために、ホットペッパーグルメの営業1年だけやって、そうだったんですね。でいろんなお店の人と仲良くなって、もうこういうオーブンだったりとかそういうのを借りる場所とかも、その融資の流れとかも全部紹介いろんな人にしてもらったりとかしてやったんですよね。そうだったんです一人じゃやっぱ若いからできないなと思ったんで、力借りようっていうので。プリンの味なんですけど、もうほぼクリームみたいなやつが、韓国だと結構プリンっていう名前で売られてて、私も知んなかったんですけど、韓国行った時に食べてもうますぎて。韓国はよく行かれるんですか？めっちゃ行きます、大好きすぎて。来週一人旅します。楽しみですね。楽しみです。やっぱ最初はこのクリームプリン、もう名前はプリンにしてるんですよ、お店では。バナナプリンとかパンプキンプリンとかそういう名前してるんですけど、もう見た目がどう考えてもプリンじゃないんで、お客さんも何って感じで全然買ってくれなかったんですけど、めっちゃおすすめしてたらもう今めちゃくちゃファンいっぱいいて、もうなんか個人的に作れませんかって連絡毎回くれる方とかがいたりとか。大人気です今は。
次はかぼちゃプリンね。かぼちゃプリンは熱狂ファンが数名いらっしゃるんで、季節関係なくリクエストしてくださるので、お店のインスタではい今週のデザートリクエストとかそういう感じで、なんかお客さんからリクエストもらったやつの中から仕込み進めたりもよくしてるんで、あ、そうなんですね。なんかなるべく来てくれるお客さんの要望に合わせて作ってます。かぼちゃ感強めるのに、はいかぼちゃの果肉だけだと水分量多くてプリンがドロッドロになっちゃうんで、パウダーも一緒に混ぜて、なるべく硬さが柔らかくなりすぎないようにしてます。混ぜすぎるとクリームのせっかく泡立てたのが消え去ってドロッドロになりすぎちゃうんで、ちょっとふわっていう食感がちょっと特徴なんで、はい、これはお店の自家製のソルトクランブル、なんかザクザクのクッキーみたいなやつですね。クランブルが大好きすぎるお客さんがいて、はいその方にそのパンプキンプリンが好きなんだけど、はいもうクランブルも多くしてほしいって言われて、このプリンだけクランブルが他のより多いんです。そうなんですね。取り入れました。こっちはさっきよりはクランブルは少ないんですけど、代わりに栗感を強めてるんで、栗のシロップ漬け。怖い怖い。これもマカロンの次にお店で人気の商品なんですけど、これも韓国特有のお菓子なんですけど、なんか下がタルト生地みたいになってて、上にバター結構濃厚なバターの生地が乗ってるんですけど、冷やして食べるとなんかそうバターの生地がなんか生キャラメルみたいな、なんかねちって感じの食感が特徴のやつらしいで、こんな感じで下がタルト生地みたいな、はいなってます。
バターパンの端っこはい詰め合わせ端くれって名前なんですけどそれもめっちゃ人気です。端くれ端くれ私が農家なんでおばあちゃんがよく端っこのこと端くれ端くれって言ってたんでそうなんですね。端くれって名前にしてます置く場所がない。カリナさんこれってパンプキンですよね。あ、飛ばされました。あ、よかったです。今日はあんまりマカロンないんですよ。宇宙がコンセプトなので、マカロンの名前も一応プライスカード上は惑星の名前になってます。これはザ・サンってやつでチェダーチーズクランブル味。さっきのクランブルのチェダーチーズと作ったやつを周りにくっつけてて、はいこれはトクトクコーンチーズってやつでジュピターって名前なんですけど、これはなんかコーンとバジルのマカロンすごい。甘じょっぱい系なんですけど、めっちゃ美味しくておすすめです。ドリンク私が増やしすぎてバイトのことっちゃ大変だった。スプリンクルだけ外にしたら仕込みをします。はい。メレンゲにしようかな。じゃあせっかくなんで。ぴったり。ぴったりすぎてびっくり。すごい。びっくり。これは何を入れてるの？これ乾燥卵白。気泡を潰れにくくする効果があります。メレンゲの種類によって全然食感違くて、私はスイスメレンゲっていうやつで作ってるんですけど、はい。その食感がすごい一番好きです。スイスメレンゲ、イタリアンメレンゲ、フレンチメレンゲって3種類あって全然それぞれ食感変わるので、ムキムキになっちゃう毎回自分の中でテーマ決めてやってますね。なんか夏だったらなんか海の中の宇宙生物とか今日はどんなテーマでやりたいんですか？今日はなんか再来週にナイトマーケットに出店するんですよ。でそれのも含めてなんで、ちょっと夜の怪しげ宇宙生物でいいですね。
大丈夫、ありがとう。サクサク感出すためにコーンスターチ入れてます。重い。めんどくさいんですけど、こういう風にすると、生地もたれにくくて強いメレンゲになりますね。よいしょ。こいつは通称モジャです。もじゃ。モジャ。なんか原生生物的な宇宙にいそうな、生きてそうな感じがコンセプトです。なんか結構手作りにこだわってますかね。あんまり既製品のものを使わないようにしてるっていうのと、やっぱなんか作った方が美味しいっていうのと、デザインに関してはなんか二度見しそうなデザインっていうのを一応心がけながらやってます。次はなんか植物、吸い込まれそうな植物吸い込まれそうな食われそうな植物多分伝わると思います。見ればわかりますか。やっぱくっついてきちゃう。本当だ、ちょっと気持ち悪い。そうなんです、ちょっとキモいんですよ。なんか綺麗に絞りすぎるとなんか生き物っぽくないんで、わざとなんかちょっと絶妙にずらすっていうか、はい、意外とマーブルカラーのやつの中に単色入ってると可愛いんですよ。ああ、逆に。はい。こいつは通称プヨです。
なんか来年お店も1店舗やるかもしれなくて、今まだ計画段階なんですけど、そうなんですはい、ねここのお店とは全然違うタイプのお店なんですけど、うんそれが実現できればそっちを進めていくっていうのも、はい、あとはオーダーケーキをなんかこう教えたりするのもやってみたくて、あはい、なんか結構その人の特徴とかが出るじゃないですか、オーダーケーキとかになると、なんかタトゥーアーティストの人とかも自分のデザイン載せて、それがいいなって思うお客さんが頼むじゃないですか、はいなんかそういう風にこうデザイナーみたいなうん感じのを作っていくのもいいのかなと思ったり確かにいろいろ考えてます。ネット通販か何かもやってるんですか？あ、そうです。全国配送もやってて、今入ったやつがバイトの子が詰め合わせてくれてます。うんこれはパインピーカンココナッツパウンドケーキ。これはちょっと私が行ってた専門学校の先生に、なんか文化祭で来賓にあげたいと言われて、これがココナッツココナッツ。めっちゃいい匂い。ですね。ナッツのすごい匂い。自家製で限界まで酸っぱさをなくしたグリークヨーグルトで、なんかクリームチーズっぽい味に近いんです。よいしょ。すごい。もりもりですね。もりもりなんです。
ほぼ絞った時と変わんないです。雑に扱うと割れるんでめっちゃ優しくやってます。よいしょ。この大きい方だけリボンがつくんです。そうなんです。かわいい。豪華なんです。かわいい。可愛いですよね。めっちゃ可愛い。1時間ぐらいしたらお餅が出来上がります。団子がついて、あ、じゃあ入るんです。そうです、そうです。こっちですね。
の砂と、この葉っぱがなんか傷んでるとこがないか。ずっとしてくれた。そうですね。そういうのあれですか、この餅はぜんざい用になるんですけど、あとはバーナーで少し炙ってで出します。ぜんざい、みたらし焦がし餅っていう餅、白味噌焦がし餅っていうのがあるので、それは別でまたこういう形で一つずつ丸めて作ってる感じですね。大きさが違う感じなんそうです。ですそうです。3つお団子がついて串に刺さって出す形ですね。イベントがこの村であるんですけど、その時にぜんざいを出すので、通常でも出してるメニューなんですけど、いっぱい出るのでちょっとそれ用の仕込みですね。これはどんなお祭りなんですか、このお祭り。陶器のお祭りって言っていいんですかね、マリさん。私ちょっと、村一帯の陶器屋さんが、熊本さんがもうにぎわうというか。このお皿とかもここで作られた陶器を全部使われてるんですか。ですね、要釜様っていう窯元さんが近くにあるんですけど、そちらの窯元さんがここ用でオリジナルで器を作ってくださってて、でそれを基本的には使ってます。だから全部器がなんか可愛いっていうか。そうなんですよ。さっきコーヒーいただいた器もすごい結構人気です。売ってたりもするんですか。はい、販売もやってます。表の方に並んでるのが販売用で、実際に使って試してからじゃあ買えるんです。そうですそうです。食べられた方がこれも買えるんですかみたいな形で買って帰られる方もいらっしゃったり。
ついたぐらいにみんなで選別をしていきます。はい。おはようございます。おはよう。この村のやつをいつもは使ってるんですけど、米の値段が上がったもんでちょっと取れなくなってしまって、今新米待ちなんですけど、その間はちょっと福岡県産のお米で代用してます。見てて私のこと。すごいキノコの量仕込むんですね。もうね、やばい。キノコが多いですね。パスタに使うのと、キノコサラダもありますね。アヒージョとかも。じゃあキノコ尽くしですね。ヘルシーでいいですよ。ねはい。これはテリーヌです。そうです、テリーヌで、テリーが余ったんで。するね、じゃあ。数えとくね。これを真空パックにして保存して使っていくような感じですね。真空の96%で真空してもらったり。 96、はい。
なんかやっぱワンちゃんと来られる方が多いんですか？多いです。でやっとほら涼しくなってきたんで、ね、そういうお客さんも多いし、そこにほら無料のドッグランがあるんで、やっぱそこに遊びに来た、あれとかで、はい、テラス席だったらワンちゃんも OK で、そういう方が。今日も一日よろしくお願いいたします。お願いします。鶏のレンジ焼き。水分持って。マルゲリータとかが、まあ無難で一番よく出ますね。
キノコ好きな人はもう本当このピザ、そういうピザがやっぱ好きみたいで。椎茸ちょっと生のまんまだと当たったりするんで、でちょっと村の中でキノコ組合さんっていうのがあって、せっかくならちょっと地元の食材使おうかってなってですね。地産地消ってところは、ちょっとこれぐらいしか今のところ、あとお米ですかね、お米のところしかやれてはないんですけど。はい、いらっしゃいませ。2番、はい。今ちゃんほら、可愛く撮ってもらって。あ、見せて。セットとしてはまあいろんなのありますけど、まあこの店自体はやっぱこう時間を忘れてゆっくりくつろいでもらいたいと始めたのがきっかけですね。会社としましてはやっぱ地域活性化だったり、それでここにもともとうどん屋さんがあったんですけど、そうなんです。こちらが辞められて、ちょっと活気がですね、なかなかないなっていうところで、まあちょっと盛り上げようじゃないかというところで。食べ物じゃなければ焼き物が、小石原焼きっていうのがですね、県の伝統工芸品としても登録されてまして、その小石原焼きが有名ですね。小石原村と大島山村が合併して東峰村になってるんですけど、今。そうなんです。なので大島山の方は大島山の方で、それこそ棚田で作るお米とかが結構有名だったり。ふるさと納税とかにも登録して、冷凍ピザなんですけどね、冷凍ピザとスペアリブと、あとコーヒー豆、ちょっとあと道の駅とかにも出したいんですけどね、冷凍ピザとかを。許可は取ってるんですけど、なかなか手が間に合ってなくて。確かにお向かい道の駅ですもんね。そうなんです。
です。あと3分後に。撮影ポイントです。パンケーキ出ます。ワンさんです。なんか多分これなんかさ、ね、中がなんかさ、でもカスタードクリーム。のことというかなんかに上がってたんで、ついたての3時から自家製カスタードを作りつつますみたいな。あ、だけど違うんや。その方が美味しいと思う。美味しくなかった。ラスト。真空してストックしてるんですけど。飯塚からだんだん有名になりつつあります。飯塚でロケーションも綺麗だし美味しかった。スパゲッティ食べて生ハムのピザ食べてぜんざい食べてパンケーキ食べてスペアリブ食べてサラダ食べてスープ食べ続けたね。美味しかったねあれね。全部